源氏は妻を亡くしてから一人の時間を長く過ごしてきた。その静けさは息子が家庭を持つまで続いた。息子が源氏を心配し、同居を提案してくれたのだ。家に連れてきたのは常に笑顔を絶やさないアリサだった。彼女との同居は源氏の穏やかな生活に小さな波紋を投げかけた。息子の多忙な仕事のため、源氏とアリサが二人だけで過ごす時間が増えていた。お父さん、ご飯できましたよ。と優しい声で呼びかけるアリサに、源氏の心はぬくもりを感じる。アリサの明るい性格と時折見せる無邪気な仕草は、源氏の日常に新鮮な風を吹き込んだ。アリサが庭で花に水をやっている姿を目にした日、源氏は自分がどれだけ彼女の存在に馴染んでいるかを実感した。彼女の自然体で周りを気遣う様子、家の中でスムーズに溶け込む姿に、源氏は安堵感とともにふとした愛おしさを感じるのだった。しかし源氏の心に静かな波紋を生む一つの問題があった。それはアリサの無防備なほどの薄着だ。彼女の安心感から来るのかもしれないが、家の中でのその軽やかな装いは源氏の心をかき乱す。短いワンピースから見え隠れする彼女の白い肌は、時に源氏の理性を試すかのようで、彼は自分の年齢を忘れるほど心を乱されてしまうのだった。彼女は息子の嫁というのは分かっていながらも、源氏とは血のつながりもないただの他人なのだ。源氏の心には説明できない感情が渦巻いていた。そんなある日、台風の接近により息子が帰宅できなくなり、二人で過ごすことになった。アリサは幼い頃に災害を経験しており、不安と静寂が交錯する空気に満たされていた。今日はここにいようか、と源氏が提案すると、アリサは感謝の言葉とほっとした表情を浮かべていた。強風による家のきしみが増す中、ひときわ強い突風が家を揺さぶった。その瞬間、アリサは源氏にしがみついた。すみません、お父さん。と震える声で話すアリサに、大丈夫だよ、と優しく声をかけた。彼女の細やかな震えと不安に満ちた瞳を前にして、源氏は自分でも驚くほどの強い保護欲を感じた。アリサを軽くだが確かに抱きしめるその手の中で、彼は彼女の柔らかなぬくもりとともに自分の中に潜む複雑な感情の波に気づかされた。それはアリサをただの家族としてではなく、一人の女性として意識している自分の感情だった。彼の心はアリサへの深い慈しみと同時に禁じ得ない惹かれる感情の間で揺れ動いていた。源氏の心の中では彼女への複雑な感情がより一層高まっていった。台風が過ぎ去るまでの時間、源氏はアリサを抱きしめ続け、彼女が安心して眠りにつけるまでを見守った。源氏は心身ともに激しく消耗し、泥のように眠りについた。その夜の経験は源氏にとって深い印象を残し、彼の内面に新たな感情の芽生えをもたらした。翌日の息子の帰宅とともに日常が戻ってきたものの、源氏の心には変わらない何かが残っていた。アリサへの感情と向き合いながら、彼は自分の心の中に何が起こったのか、どう進むべきかを考え続けた。特別な一夜は源氏にとって大切な経験であり、彼の人生における新しい章の始まりを告げていた。
それ以降、息子とアリサの仲睦まじいやりとりを見ると、微笑ましいという反面、どす黒い感情が湧き上がってくるのを感じていたのだった。